この家を建ててもう33年。思い出がたくさん詰まっています。でもずっと気になっていたことがあるんです。玄関を入ってすぐ土間のような空間があります。そこが私の作業部屋です。当初、壁は外壁と同じ木を張ることになっていました。私が現場に行かないうちに、気持ちの悪い板がむき出しに仕上がっていました。夫が張るはずだった板を大工さんにあげてしまったのです。それで作業部屋は下地むき出しのままになりました。私はこの気持ち悪い板を見ながら仕事をするのが毎日苦痛でした。いつかこの壁を何とかしたいと33年間ずっと思っていました。私にできることは壁を塗ることだけです。当初の我が家はどこも壁塗りしてありませんでした。自分で塗るという約束だったのです。キッチンや居間、外壁などメインの場所を優先しました。そのうち塗った箇所も汚れてきた。2度3度と塗り重ねました。ベンガラ入れるね。いつの間にか作業場には荷物が増えて、壁には棚をたくさんつけました。あんまり入れない方がいい。壁塗りはだんだん困難になりました。それでも積み上がった荷物の隙間から壁を見ていつもため息をついていました。今回この部屋に二重窓をつけてもらいました。水入れます。カーテンレールを外して窓周りの片付けもしました。できるとこだけ漆喰を塗っていくことにしました。混ぜてみます。ホームセンターで購入した漆喰を水で溶きます。こういうやつね。色をつけたいときは顔料を少しずつ混ぜると良いです。私は今回はベンガラを使用しました。漆喰粉は消石灰に麻、藁などの繊維と海藻のりを混ぜてできています。外壁にも使えるし、粉だと長期保存も可能です。安価で簡単に塗れるのでおすすめです。濃いので、ベンガラは入れすぎるととても濃くなります。漆喰粉に顔料と水を少しずつ入れて、インパクトにペイントミキサーを取り付けて混ぜます。小麦粉や卵をハンドミキサーで混ぜる感覚で OK です。適当に好みの色、塗りやすい硬さを作ってください。板に直接塗ったので1回目は木のアクで茶色になりました。漆喰の下地塗りというのもあるらしい。私はもう使わないペンキを下に塗りました。適当にベンガラ粉を混ぜているので色の濃度が定まらない。ベンガラ粉は少しずつ入れないとかなり濃くなってしまいます。板やモルタルの継ぎ目やくぼみは目地テープみたいなのをするんだった。久しぶりの塗り作業で忘れていた。しかも今この動画を見て思い出した。塗るのは100均のヘラが使いやすいです。でこぼこ不細工でも大丈夫。それなりに収まると思う。キッチンの窓につけていたカーテンが
取り付けられなくなったので、この部屋につけてみた。窓に厚みができたので、たくさん厚みをつけないとカーテンと平行にならない。もっと良い方法があるのかもしれないけど、私の腕と頭では家にある木を何枚も重ねて厚みを作ることしかできない。インパクトのねじ打ちもいまいち下手。まあなんとかなるさ。私が満足すればそれでよし。満足しなくても仕方ない。よいしょ。なんとかつけられました。でも結局この部屋にこのカーテンが似合わないので外してしまった。違うカーテンをつけます。この部屋の漆喰塗りはまだ終わっていませんが、とりあえずここまででまた次回にします。だるま印のタンスを移動します。結構重かった。壁もきれいになったし、部屋を片付けて仕事もどんどん進みそう。この窓の前に白樺が勝手に3本生えてきました。それで白樺が見えるように窓からの見晴らしを良くしようと思ったのです。そういうわけで重いタンスの移動をしています。それでは引き出しを入れていきましょう。できたぞ。イエーイ。よし、これ入れてこう。こんなの。このタンスは仕切りのついた引き出しがたくさんあって本当に便利です。しかも見た目がめちゃ可愛い。せっかくだから中身の整理をしましょう。どうでもよいものが長年積み上がっている。引き出しと仕切りの多さは整理整頓にうってつけです。どうでもよいものをポイポイ放り込むのにもうってつけだった。几帳面な人にもズボラな ADHD の人にも重宝されるタンスです。古くて引き出しにガタが来ている。中に収まらない。ここが当たってね。錆びてる。こっちか。こっち側向けて。よいしょ。なんとか引き出しも片付いた。いいわこれ。はい、できたあ、置いたよ。できた。やったー。どう？置けた。こっちはねやってないけど、あと半分股にする。こちら側はまだ漆喰を塗っていません。いっぱいあるからね。ここからカーテンね、これ似合わない。だからこうやったでしょ。今回の作業はこれで終わりにします。33年分の鬱屈とした思いが半分なくなりました。嬉しい。ついに終わったよ。
だるまタンスに溜め込んでいた不要なものたちこんなにいっです。ぱいね、いろいろ出てきた。次回はこのカーテンも変えて部屋をもっと片付けたら作業部屋のルームツアーをします。やったきれいに片付けよう。ご期待ください。